ねえねえマリサ。なんだレイム。高崎明って知ってる？ああ、日本が世界に誇る天才ギタリストのことだな。それでは、今日は高崎明について解説するぜ。よろしくお願いするわ。それでは、ゆっくりしていってね。高崎明って人のことを教えてくれる？ああ、高崎明は1961年2月22日生まれの日本を代表するギタリストだぜ。大阪市東住吉区の出身で、ラウドネスってヘビメタルバンドのギタリストとして有名なんだ。特にタッピング奏法の技術は世界でもトップクラスで、多くの著名ギタリストたちに影響を与えてきたんだぜ。へえ、すごい人なのね。愛称とかあるの？タッカンって呼ばれてるんだぜ。面白いことに、昔アイドル的なロックバンド、レイジーにいた時は、スージーっていうニックネームで呼ばれてたこともあるんだ。当時はアイドル路線で活動することになって、本人はあまり乗り気じゃなかったんだけどな。え、アイドルバンドにいたの？それは意外ね。そうなんだぜ。今は超本格派のヘビメタルギタリストとして知られてるけど、若い頃はアイドルバンドでも活動してたんだ。身長170センチメートルで、今は結婚してて家庭も持ってるぜ。実は多彩な人で、ギター以外にもベースやドラム、キーボードまで演奏できるんだ。へえ、いろんな経験をしてきた人なのね。今はどんな活動をしているの？ラウドネスのオリジナルメンバーとして唯一、1981年のデビューから40年以上脱退せずに在籍し続けてるんだぜ。世界的にも認められた実力派ギタリストとして、今でも第一線で活躍してるんだ。2000年からは G ゾーっていうソロプロジェクトも始めて、アニメ音楽の制作なども手掛けてるんだぜ。すごいわね。日本の誇れるギタリストなのね。高崎明の音楽の始まりってどんな感じだったの？中学生の頃から兄の影響でアコースティックギターを始めたんだぜ。最初は兄の使っていた古いヤマハのアコギだったんだ。たった2ヶ月でギターを弾きながらハーモニカを吹けるまでになって周りを驚かせたんだぜ。その後エレキギターも始めて、高校1年生の頃には学校一の凄腕ギタリストとして知られるようになったんだ。すごい才能の持ち主なのね。その後はどうなったの？1973年、高校2年生の時に同級生の影山博信らと、レイジーってバンドを結成してデビューしたんだぜ。当時はアイドル路線で活動することになって、本人はあまり乗り気じゃなかったんだ。でも、その時期にステージマナーやパフォーマンスの基礎を学べたことは、後のヘビメタル活動でも大きな財産になったって本人も語ってるんだぜ。へえ、アイドル時代の経験も大切にしてるのね。それで、その後はどうなったの？1981年にレイジーが解散して、すぐにラウドネスを結成したんだぜ。最初は高崎の個人プロジェクトとして始まったんだけど、メンバーを募集して正式なバンド形態になったんだ。新原稔をボーカルに迎えて、日本のヘビメタルシーンを代表するバンドに成長していったんだぜ。高崎は唯一のオリジナルメンバーとして、40年以上も第一線で活動し続けてるんだ。すごく長く活動してるのね。他にも何か活動してるの？2000年からは G ゾーっていうソロプロジェクトも始めたんだぜ。このプロジェクトでは、イニシャル D や、フューチャーグランプリ、サイバーフォーミュラといったアニメの音楽も手掛けたりして、マルチな才能を見せてるんだ。特にタッピング奏法の技術は世界でもトップクラスで、ポール・ギルバートやジョン・ペトルーシなど、多くの著名ギタリストたちに影響を与えてきたんだぜ。ギター以外の楽器も演奏できるの？ベースもドラムも超うまいんだぜ。G ゾーのアルバムでは、ギター、ベース、ドラム、キーボードの全てのパートを自分一人で演奏して録音してるくらいだ。本当に才能に恵まれた人なのね。面白いエピソードとかあるの？2006年に面白い出来事があったんだぜ。高崎の大切なギターが盗難にあったと思われて、それがヤフオクに出品されて大騒動になったんだ。高崎本人がギターを他人に譲るほどお人よしじゃない、ってブログで怒りの発言をしたんだけど、実は親交のあるビーズの松本隆弘とはギターを交換し合ってたりもするんだぜ。特に1959年製のギブソン、レスボールスタンダードは松本との間で何度も所有者が変わってるんだ。意外と人情味のある人なのね。レイジーってバンドについて教えてくれる？レイジーは1973年に結成された日本のロックバンドだぜ。高崎明、影山博信、田中宏之、井上俊二、樋口宗隆のメンバーで活動してたんだ。ディープパープルの曲名から、レイジーって名前を取ったんだぜ。へえ、ディープパープルから名前を取ったのね。でも最初からハードロックだったの？いや、最初は吉田拓郎や泉谷しげるのカバーから始めて、演奏技術が上がるにつれてハードロックをやるようになったんだぜ。
1977年にテレビ出演してディープパープルのバーンを演奏したのがきっかけでデビューが決まったんだ。デビューしてからはすぐにハードロックができたの？そうはいかなかったんだぜ。制作サイドの意向でアイドル路線を強要されて、メンバーはかなり苦労したんだ。でも、売れれば好きなハードロックができるって説得されて応じることにしたんだぜ。そうなの。でも、その後はどうなったの？1980年にヘビーメタル宣言をして本来やりたかった音楽路線に転換したんだ。でも結局メンバー間で音楽性の違いが出てきて、1981年に解散することになったんだぜ。その後、高崎と樋口はラウドネスを結成して世界的に成功を収めることになるんだ。そうだったのね。でも後にまた再結成したんでしょ？ああ、1997年に再結成して新曲のリリースやライブ活動を行ったんだぜ。残念ながら2006年に田中が、2008年に樋口が亡くなってしまったけど、残りのメンバーは現在も時々活動を続けているんだ。2017年にはデビュー40周年記念シングルもリリースしたぜ。長い歴史のあるバンドなのね。メンバーそれぞれが違う道を歩みながらも、また一緒に活動できるなんて素敵ね。ねえマリサ、ラウドネスってどんなバンドなの？ラウドネスは1981年に結成された日本を代表するヘビメタルバンドだぜ。元レイジーのメンバーだった高崎明と樋口宗隆を中心に結成されて、新原実がボーカル、山下正義がベースで加入したんだ。へえ、すごく長い歴史があるのね。でも、なんでラウドネスっていう名前なの？それはステレオアンプに書いてあったラウドネスって文字を見て、その響きとスペルを気に入ったからだぜ。当時の事務所はサンライズって名前をしてたんだけど、メンバーがピンとこないって断ったんだ。面白い由来ね。海外でも活動してたって聞いたんだけど、本当？ああ、80年代中盤にアメリカに進出して、ビルボードのトップ100にアルバムを送り込んだんだぜ。特に、サンダー・イン・ザ・イーストは74位まで上がったんだ。さらにモトリー・クルーの前座として、日本人アーティストで初めてマディソン・スクエア・ガーデンのステージに立ったんだぜ。すごいわね。でも、メンバーの変遷があったって聞いたけど、どうなったの？1989年以降、大幅なメンバーチェンジを繰り返したんだ。一時期は高崎しかオリジナルメンバーがいない時期もあったぜ。でも2000年に高崎がオリジナルメンバーでの再結成を宣言して、2008年に樋口が他界するまでその布陣で活動してたんだ。現在は鈴木正幸がドラムを担当してるぜ。長い歴史の中でいろんなことがあったのね。今でも精力的に活動してるの？ああ、2025年現在までに28枚のオリジナルアルバムをリリースしてて、まだまだ精力的に活動中だぜ。最新アルバム、サンバーストがむしゃらは2021年にリリースされて、オリコンデイリーチャート1位を記録したんだ。日本のヘビメタルシーンを代表するバンドとして、その存在感は今でも健在だな。すごく息の長いバンドなのね。ラウドネスの音楽、私も聴いてみたくなったわ。高崎明が最初に使ってたギターって何なの？レイジー時代は73年製のフェンダーストラトキャスターと75年製のギブソンフライング V を使ってたんだぜ。1970年代から1980年まで使ってたメインギターなんだ。コントロールを一つのボリュームだけにしたり、ピックアップセレクターを大きいものに変えたりと、かなり改造してたんだぜ。へえ、自分好みにカスタマイズしてたのね。そうなんだぜ。実は日本のテレビでフライング V を持って映った最初のギタリストが高崎だって言われてるんだ。当時としては珍しいギターだったからな。すごく先駆的な人だったのね。他にも特徴的なギターはあるの？その後は ESP のランダムスターっていうギターを使うようになったんだぜ。でもそれはまた別の話だな。高崎明らしい個性的な選択ね。ランダムスターってどんなギターなの？レイジー末期から使ってた ESP のギターなんだぜ。赤いボディに特徴的なミラーピックガードがついてて、メイプルネックに市販はローズウッド、ボディはアルダーを使ってたんだ。トレモロアームには ESP のフリッカーを直付けしてて、ピックアップも ESP の LH200 を使ってたんだぜ。へえ、細かいところまでこだわってたのね。今も使ってるの？2000年にラウドネスのオリジナルメンバーが再集結してからは、ダウンチューニング用に様々な材質で作られたモデルを使ってるんだぜ。ピックアップもセイモアダンカンに変えてるんだ。時代とともに進化させてきたのね。音作りにもすごくこだわりがあるのね。そうだぜ。ギターの改良を重ねて自分の理想の音を追求し続けてるんだな。キラープライムってどんなギターなの？1987年末に完成したプロトタイプは黒いボディにピックアップがカセットテープみたいに交換できる設計だったんだぜ。
1988年から90年代初期は赤いプライムをメインで使ってて、2000年までは木目の入ったプライムを使ってたんだ。へえ、見た目もこだわってたのね。その後はどうなったの？ 2000 年にラウドネスのオリジナルメンバーが再集結してからは、ランダムスターと同じようにダウンチューニング用にいろんな木材を使ったモデルを作ったんだぜ。2006年からはネックに LED を搭載したプライムを使ってるんだ。すごく進化してるのね。材質とかはどうなってるの？基本的にネックはメイプル、ボディはホワイトアッシュを使ってて、ピックアップは高崎自身が開発に関わったダイナバイトを使ってたんだぜ。でも2000年の再結成以降はいろんな材質やピックアップを使うようになったんだ。バイオレーターシタールっていうのも使ってるの？そうだぜ。ソロアルバム期から使い始めて、第4期ラウドネスではストラトタイプのメインギターとして使ってたんだ。今はソロ活動の時に使ってるんだぜ。ネックはメイプル、ボディはアッシュで、ピックアップはセイモア弾管製を使ってるんだ。ソロとバンドで使い分けてるのね。そうだな。それぞれの活動に合わせて最適なギターを選んでるんだぜ。アンプはどんなものを使ってたの？初期は70年代製のマーシャルアンプを使ってたんだぜ。85年頃からはホゼ・アルダントとリー・ジャクソンに改造してもらったマーシャルを使い始めて、80年代末にはメタルトロニクス M1000 やメサブギーも使ってたんだ。92年の第3期には突然 PB のトランジスタアンプに変えたりもしてたぜ。いろんなアンプを試してたのね。今はどんなアンプを使ってるの？90年代後半からはロジャー・メイヤーのパワーアンプ RM6550 を2台と、プリアンプにマーシャルの JMP1 とロックトロンのインテリピッチを使ってるんだぜ。スピーカーキャビネットは長年使ってるマーシャル製の 4×12 で外観はかなり傷んでるんだ。エフェクターはどんなものを使ってるの？ボスの GT5 や GT10、エレクトロハーモニクス社のメタルマフ、ジミ・ヘンドリックスワウ、スモールクローン、MXR のフェイザーなんかをボードに組み込んでるんだぜ。ラウドネス初期は、ボスのコンパクトエフェクターを分解して中身だけをラックに組み込んでたんだ。すごく独創的ね。最近は自分のエフェクターも出してるんでしょ？そうだぜ。2014年にキャッツファクトリーから、高崎のシグネチャーモデルのクリーンブースター、AD222 が出て、2020年には2年かけて開発した待望のディストーション、AD222D も発売されたんだ。ファンにとっては嬉しいアイテムね。そうだな。高崎の音作りへのこだわりが詰まった一品なんだぜ。高崎明の演奏について、他のミュージシャンはどう評価してるの？過去に US ツアーに同行した森正幸は、激しく弾きながらリズムもメロディも感じさせる稀有なギタリストだって評価してたんだぜ。でも、ジミ・ヘンドリックスの影響を受けたのが90年代以降だったことには、遅すぎ、って突っ込んでたんだな。へえ、そんな評価を受けてたのね。レイジー時代はどうだったの？レイジーのアルバム、宇宙船地球号で一緒に仕事した水谷君夫は、高崎の演奏技術の高さに驚いたんだぜ。ハーモニーのダビングを頼んだ時、すぐに完璧なプレイを披露したんだ。海外のミュージシャンからの評価はどうなの？イングベイ・マルムスティーンは1983年にラウドネスのライブを見に行って、音がすごくラウドで最高だった、アタックが印象的で音色が素晴らしかったって評価してたんだぜ。楽屋で一緒に写真も撮ったんだ。他に面白いエピソードとかもあるの？あるぜ。あるライブ後に、新原実の子供を、青いコンタクトとカツラの衣装で脅かしたり。レイジー時代にはケンタッキーフライドチキンの創設者から直接チキンを振る舞われたりしたんだぜ。最近じゃ、メガデスのデーブ・ムステインが大ファンだって言って、ピックを求めてきたこともあったんだ。すごく親しまれてる人なのね。影響を受けたアーティストは誰なの？吉田拓郎、クリーム、フラワートラベリンバンド、サンハウス、リッチー・ブラックモア、エドワード・バンヘイレン、ゲイリー・ムーア、ジミ・ヘンドリックス、マイルス・デイビスなど、幅広いアーティストから影響を受けてるんだぜ。今でも練習とかしてるの？動画サイトで自分の過去のライブ映像を見返して、自分のプレイを改善するために使ってるんだぜ。常に向上心を持ち続けてる素晴らしいギタリストなんだ。今日はここまでだぜ。マリサ、いろいろと教えてくれてありがとう。いえいえだぜ。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。